瞳思わせぶりな仕草にそけなくよ消す耳 Fill up the tank put the gasoline in me Two baddies, two baddies, one Porsche Two baddies, two baddies, one Porsche 몰라 난 너가 뭐라는지 있는 그대로의 모습 봐도는 매너幼い頃の願いを今も抱きしめたまま내 옆에 놓고 붙어 있어봐 Like a sticker Sticker Come on, come when you coming with the storm 삼켜버릴 듯 와봐 웃가리태로 walking 가까도 나를 시대 tapping stepping Oh yeah 見つけたよ心が Yes you like my home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰りNCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてですね皆さん、今日は久々に、ゲストをお迎えしております。今声が聞こえてきましたが、僕がねもうすごく尊敬する、もうすごく優しくて頼りになる聞こえた、また聞こえた、僕ゆうたのね初ドラマ出演になるクールドジ男子で共演している桜田通くんです。ドラマも始まったばかりということでですね、撮影エピソードなどもたっぷり、お話しできればなと思っております。皆さんお楽しみに。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT ドジェジョンで Perfume。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今週のゲストは桜田通くんです。イエーイ。お邪魔します。桜田通です。ドラマのお仕事以外でご一緒するのは初めてですね。どうですか？ちょっと緊張しますか？いやなんか久々のゲストというのをさっき聞いて、あ、光栄だなと思って。もうね、ありがとうございます。1年ぶりぐらいの。そうなんですね。そうなんですよ。だから僕も少しちょっと緊張してます。もうラジオ仕様じゃないですか。何やってんですか、ゆうたくん。ダメだ。ゆうたくん何やってんですか。ダメだ。いつもので来てくださいよ。いつもので来てね、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。早速なんですけど、ゲスト会恒例の一問一答やってるんですけど、そうなんですね。はい。ゲストの通りくんと僕ゆうたが同じ質問に答えていきたいと思います。これせーので言ってお話ししていこうかなと思います。はい。じゃあそれでは早速最初の質問、お互いの初対面の印象を一言で。俺覚えてるわ。僕も覚えてます。めちゃくちゃあれでしたね。インパクトありましたよね。どっちだろう。俺はもうガチのだよ。あ、本当ですか？ガチの方。じゃあせーので言ってみましょうか。せーの。綺麗。おー、聞こえた。どうりくんはちなみに？俺は綺麗。本当っすか？っていうのは一番最初に会った日ってさ、クールドジ男子のさ、キービジュアルの撮影とかだったじゃん。あ、はい。でその時のどっちなんだろう、初対面って。僕はもう本当によろしくお願いしますの時じゃなくて、ゆうたくんがテレビ局スタジオ着いてまだ廊下で歩いてる時。あ、そんな時ありましたっけ？俺ね、美馬さんの一人のビジュアル撮ってる時だった。覚えてる。そう、あの瞬間、多分ゆうたくんのその後でしょ、みんなでもう取材。俺ね、あそこだったの。あの時にまあ俺他の方は一応会ってて、ゆうたくんだけ会えてなくて、まあ楽しみだなと思ってたら、なんかちょっとスタッフさんが「あ、ゆうたくん来るみたいだよ、ゆうたくん来るみたいだよ、韓国から直接空港から来たんだよ」ってなって、でわーっと思って会った瞬間になんかおはようございますって言ったの、ゆうたくん確か。あれですよね、本当寝負けみたいな。まだオフ、まだ完全オフのスイッチ入ってないのかな多分の時だったけど、でもね、なんか全然まだなんだろう、服とかもさ、自分の多分服だし、いわゆるオンになってないのかなっていう瞬間だったんだけど、なんかすごい美しい青年が「おはようございます」って来た感じがして、うわーって思ったら覚えてる。僕はちなみに通りくんは忘れもしないスチール撮影ですよね。スチール撮影ね。すごくね、今回のクールドジ男子ってすごく4人とも個性豊かなそうですね、キャラクターじゃないですか。それで初対面でスチール撮影をするってなったんですけど、まあ緊張したっていうのもあるんですけど、やっぱみんなぎこちなかったじゃないですか、ちょっとの中でもやっぱ美馬さんは通りくんはすごくクールで、で僕からしてもやっぱ通りくんって韓国にいる時からもやっぱりすごくたくさんの映画だったり作品で見てたので、恐縮です。
やっぱ大御所の大御所ではないでしょ。わかんない僕からしたらこの佇まいというかやばいでしょそれ。割とマイトくんとかたくみくんとかもちょっとやっぱ若いしキなるほどね。ャピキャピしてるというか笑ったりね、よく笑ってたりして、その中でやっぱドーリくんはっていう感じだったんで、すごい俺さクールだなと思って31なんですけど、はい31で俺が現場でキャピキャピしてたらやばいでしょ。マイト君に混ざってそうで僕ドーリくんが31ってのも知らなくて、あそうですかもっと若いと思ってて、へーそれこそ同世代ぐらいかなってああ本当に思ってて、なので第一印象はすごくクールな方だなと思って。なんかみんな4つずつ違うんだよね年齢。そうなんですか。でまあでも確かにあの時ってそのドラマの撮影からじゃなかったんだよね。あったそうなのんですよ実は。そうビジュアル撮影からだったから、まあ僕もまあ緊張していたというか、はい急に距離をグイグイ詰めるのもそう僕できなめっちゃ近かったんいですよねからさ、でも物理的な距離は近くて、そうだからなんかまあ緊張しつつかなって感じでした。いやそんな感じでしたね。じゃあ、はい次行きたいと思います。はい。僕は意外と〇〇ですね。あー〇〇に入る言葉。僕は意外とはいじゃあ2秒考えよう。僕は意外とはい。いきます。せーの。僕は意外とうるさいです。人見知りだ。おー人見知りですか。意外と人見知り意外じゃないですよ。本当ですか。結構話しかけていただいた気がするのよ最初。でもなんかそういう風にしてくださってるのがすごくやっぱ嬉しかったんだと思うんですよね、3人含めて。だからやっぱ初対面だと NCT のゆうたいやです。そうなんですよ。でもね僕それ、なってしまうからねやっぱ、うんそれ感じてるかなと思ってそれがすごく嫌だったので。だからすごくそうですね、そうでした。意外と言えば意外なのかもしれないです、人見知り。だからちょっと頑張ってくれてたんだね、あの時。そうなんですよ。僕はドーリ君は意外とうるさいです。うるさい。まあ確かにもちろん一人では静かだし、まあなんかなんとなく確かになんか自分ではそうなのかって感じなんだけど、なんか言われるのは写真とかのイメージだとやっぱクールそうだねっていうイメージがあるのは自分でもまあそう言われるからわかるんだけど、結構うるさいんだよね。うるさい。どういう風にうるさいんですか。なんかずっとふざけてるうるさいってそういうことっすね。そうとかよく別に喋るし、そういやドーリ君ってやっぱり知れば知るほどすごくギャップのある方だなって僕思ってて。本当ですか。そうやっぱここでは話せないこともすごくたくさんあるんですけいやいやそんなどないでしょ。その時はほとんどドーリ君が主導で俺を笑かしてくれてるっていう。ゆうたくん一番いつもさ俺別に何も面白いことしない時にゲラ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 笑っててさ、もう存在自体が面白くなりつつある。たくみくんとかもう何が面白いんだろうみたいな顔してるからねたまに。俺が何かやるだけでもう笑うみたいなモードに入っちゃってるからそれこそ今日朝撮影したじゃないですか、うんそれで風がすごく強かったんですよ、ねでもう全然面白い場面でもないのに美馬さんの髪がバーってかき上げられてる姿を見て僕はもうすごく癒されてたんですよ。でもねたまにいるの俺も今まで仲良くなった人の中で、なんかもう俺が別に面白いことしなくても笑う人がいるのね。山崎賢人くんとかね、はいそこら辺の人たちなんだけどね、そういうなんかいや絶対ありますよ。そうなんかね、でもその人たちは割と縁が続いていくイメージだからよかったありがたいと思ってる。そうやっぱり僕もなんかこうドーリ君のやることと僕のやることのすごいこうコードが合うというかお互いにでも確かに波長は感じてる気がする、はい、はいね。さあじゃあ次かな。次行きましょう。はい今一番ライブが見たいアーティストさんはもう決まってるじゃないですか。決まってるじゃないですか決まってるじゃないですか。せーのドーリ君 NCT ドリあれいやいや俺も JO1 って言おうかなと思ったけどそこはちゃんと言おうとして NCT ドリ127 127ですよね。もちろんですよね。もちろんですよ。いやーありがとうございます。 JO1 さんも見たいんだけど、 JO1 非常に見たいです一緒に見に行こ見に行きましょう。う。まあやっぱ NCT さ気になりますよ。まあしかもこうして今目の前にいらっしゃいますから。どうですか実際のイメージと NCT の時の僕と。ぶっちゃけ違くてびっくりした。あ本当でか。ですもたまに出てきちゃうからやっぱ彼は NCT なんだってよく家でお風呂入りながら思ってる。本当ですか、髪洗いながら思ってる。しかも曲もめちゃくちゃ聴いてくれてて。聞いてます最近。すごく好きでまあ身近にもやっぱ好きな方も多かったですし、存在はもちろん存じてたんですけど、やっぱでもすごくやっぱ刺激的ですよね。ああいうまたいろんな人たちが集まってる中に、うんやっぱまあある意味
同じうん日本という人でいるっていうこととか、うんやっぱいろいろその立ち位置的にもいろんな他にも活躍されてる方なので、非常に興味深いですし、いやすごくありがたかったです僕も。ミュージックビデオとか見るとめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ見てください。そうちょっとこれからもチェックしたいと思います。ありがとうございます。ゆうたくん以外の推しを見つけます。いやそれはダメですよ。いやいやそれはもう僕だけ見てください。本当ですか？うん、浮気わかりました現金です。わかりました。あとですね、ドーリくんね5月からライブもスタートしますよね。はい、ありがとうございます。僕もちょっとね音楽の活動を本格化しようと思ってます。でしかも僕ドーリくんのコンサート映像とかも見させてもらったんですけど、ありがとうございます。このドーリくんからは想像できないようななんかちょっと男臭かったりちょっとストレートに気持ちをぶつけたりっていうようなライブをされてて、はい、僕どちらかというとなんだろう、もちろん綺麗に見える演出も好きなんですけど、こう気持ちをぶつけるっていうのもすごく大事なことだろうなと思ってるので、本当に一回行ってみたいなと思って。ありがとうございます。ちょっとライブでは割と本音でぶつかることをイメージしてやってるので、素敵でありがとうごす。ざいます。じゃあ次行きますか。はい。続いてドラマクールドジ男子に出演している男子4人のうちリアルクールドジ男子と思うのは誰？ほう。ちょっと考えましょうこれ。考えよう少し。いる？クールドジ？ちなみに僕もメンバーといるとすごくドジな方って言われるんですよ。NCT の中で、ね。中で。あでもねドジ本当になんだろう、正直言うと、スタッフさんとかの方がドジな人多くないですか？まあね、もう彼たち疲労困憊してるからちょっとそのドジするよね。でもその現場もすごく柔らかくて素敵な現場なんですよ。この現場それがいいんだよね。ピリピリしてないですよね。あんまりピリピリしないのよ。じゃあせーので言いますか。強いて言うならっていうのはありかもしれないですね。いきます。強いて言うならね。せーの。マイゆうトくん。たくん。うわーやっぱ俺も俺って言おうかなと思ったんですけどね。かな、ギリ。一回だけ会ったことは、はい。台本忘れて帰ったよね。ありましたありまし覚えてるでた。しかもめっちゃ初めの方ですよね。そう、もうすぐ LINE したんだけど、もうスタッフさんとかにも預けつそうつ、先に連絡しちゃって。それそれもがドジかもわかんないけどね。その多分ドーリくんが見た1回が150回ぐらいありましたね。本当は。本当はね、はいまだ片鱗しか見えてないんだ。俺それで言うと、うんドーリくん何買った俺。車の鍵初日で忘れたって聞いたんですけど、それ本当ですか？家の鍵かな？家の鍵。家の鍵初日じゃないけど、あ今ドジしたじゃんドジした。俺のこと指さした時にこの今クリアのボードですね。今指ぶつけたよ、ゆうたくん。みんな聞いて。ちょっと落としたかもね。俺アクリル板ドンってやったよ、人差し指で。まず普通家の鍵って自分のさ衣装の中入れないでしょ。入れないですんだけど、なんか空き時間がすごいあったから一回帰ったんだね。俺あそうなんですか？すごい長い空き時間があったから、現場からお家に帰った時に役衣装のままね崩れちゃうから、そういうことかちゃんと綺麗に過ごすってことで帰らせてもらった時に鍵を入れといて、それでってことですね。そうで戻ってきてそのままお芝居忘れてしてて、お疲れ様でしたって着替えて自分の衣装に自分の家の鍵を入れたままああ、そういうことなんです。僕、家帰ってきて、それこそその台本忘れた時にドジだねってスタッフさんの方に言われたんですけど、いやでもドーリー君も家の鍵忘れてたから大丈夫だよって言われて確かにそうなんですよ。そうなの、お互い結構大事なもの忘れたね。そうです待って、マイトくんだね。いや僕マイト君で会ってほしいっていう願いも込めて、いやマイト君ってすごくまだ今ね8と9とか19、8とか9なのに大人っぽくて落ち着いてて、まあ達観してるじゃないですか。そうなんだよ、すんごいいい子なんだよ。そうなんですよね。だからたくみくんはなんかドジしそうじゃないですか。そうだね、なんかもうそのまま過ぎて今ごめん除外しちゃってたわそうだわ、たくみくんはね、たくみが一番ドジだな。で僕もドーリくんが鍵忘れたってこと知ってたから、マイトくんはドジなところあるのかな、ドジしてほしいなっていう思いも込めて。確かにでもすごく敬語も綺麗だし、すごいよね。言葉遣いもすごく綺麗だマイし、そうでもなんかたまにちょっとさ、無邪気ないい意味で無邪気にしてくれるじゃん。そうなんですよね。うん、聞いてるか、たくみ。たくみ聞いてるか。たくみ聞いてるか。たくみたくみご飯行こうって言ったじゃん。たくみ、うんドジだな。いつもご飯みんなで行ってる時になんでいつも日本にいないんだよそう忙しすぎるぞ。忙しすぎるぞたくみ。たくみ、今髪の毛毎回赤く染めてるからお家のお風呂が赤くなって大変らしいな。うんたくみ爪も赤くなって大変らしいなたな、くみ。現場で爪の先にファンデーション塗られてたな。たくみ今日だぞ。今日だぞ。今日の話だぞ。たくみうん頑張れよ。頑張ってね。好きだぞ。好きだよ。
ということで、はいありがとうございました。はいさてですね、ドラマクールド時代史も、いよいよ放送がスタートしましてですね、はい改めて、僕たちが演じている役についてね、ここではい紹介しておきたいと思います。はい僕が演じる市倉颯という役はですね、表面上はクールなんですけど、道場をやらかしてしまった時は、内心恥ずかしさでいっぱいの、だから心の声がすごく、うん多いキャラクターだなと思ってて、だからこそそこでのメリハリだったりとかっていうのがすごく、この4人の中で一番見えるんじゃないかなっていう。なんか表情は豊かな気もするかな。そうですごく。あと僕美馬さんとやるときはすごくキラキラした表情でやってるのそうなんだよでめちゃくちゃもう楽しみ。ねちょっとしたら僕も颯君とちょっと絡んだりとか4人の話にもなってくるんで、皆さんちょっと楽しみにしてほしいですけど、僕はあれですね、自分のドジにあまり気づかない会社員のね美馬さんの役なんですけど、あれ無自覚無痛タイプっていう、自分がドジだったりすることとか、ドジやことをしてもそこに対しては痛みがないっていう、また颯君とは違うよね。颯君はあたふたしちゃう感じがあるから、割とクールな感じですもんね、美馬さんは。でもね、もうちょっと先にもう楽しみにしてほしいからいいけどね、めちゃくちゃゆうたくんの颯ね可愛いとこあるんで楽しみ。本当ですか？もう俺早く見たい、これがこのポーズ見て。それはね、今ラジオだからみんなわかんないけどこのポーズそれどこでどうりくんがこんなテンション上がってるのか皆さん早く見たいわこれ。交互ご期待ということで、楽しみはい、そして、ドーリくんからお知らせがあるそうですね。ありがとうございます。そういろいろお話もさせていただいたんですけど、実は僕5月12日に一応アーティストとしてデビューをさせていただきます。音楽はもともとやってはいたんですけど、改めてちゃんとデビューということでシングルをその5月12日に配信させていただきます。素晴らしい。で5月26日からそのデビューの記念のライブですかね、ツアーとして横浜、名古屋、大阪、東京でゼップツアーをやらせていただきますので、これまだコンセプトとかは決まってないんですか？でもデビューなのでデビューツアーっていう名目ではあるんですけど、ちゃんとその世界観とか、あとそのファーストシングルの配信する曲に合ったなんか世界観でね、今絶賛音楽というものをやっぱ NCT さん見て勉強させていただいてます。いや僕それこそあれですもんね、ドーリくんがこの写真とこの写真どっちがいいっていうのも聞いてくれたりとかしたりして、アーティストとしての会話もねちょくちょくしたりは。そこはやっぱゆうたくんに聞きたいなと思って、俺ほんと結構優柔不断で、そうなんですか？そうだからもう素晴らしい感性を持ってるゆうたくんに、これさライブのキービアルの写真どっちがいいかなっつったら、結構割と僕こっちがいいと思いますってなって俺結構はっきりしてるんで。そっちにしちゃった。そっちにしてくれたんですね。ありがとうございます。そうなんです。そんなドーリくんのコンサート、僕も行きたいと思うのでぜひ呼んでください。ありがとうございます。さあということで、じゃあすいません、最後に僕一曲いいですか？もちろんです。じゃあ今週かけたいこの曲いきますね。言ってください、ドーリくんの曲。聞いてください。 JO1 でタイガー。匠NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。インター FM リスナーさんのメッセージにお答えしていく60秒です。ラジオネームちなつさん、ゆうたくんただいまお帰り。突然ですがゆうたくんに質問です。ゆうたくんは寝るときうつ伏せ派、仰向け派、横向き派どれですか？ちなみに私は絶対横向きでしか寝れません。どうだろうね。でも俺めちゃくちゃ寝相いい方だと自分で思ってて、寝るときはねだいたい仰向け派。で起きたらうつ伏せ派。寝相悪いやんって。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。OD 内にあるメッセージホームから送ってください。お聞きの放送局はインター FM をセレクトしてね。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きください。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか？どうでしたか、ドーリくん？めちゃくちゃ楽しかったですし、なんかやっぱ現場だとここまでは話せないじゃん。そうですよね。なんかやっぱ作品の中の話とかもあるし、すぐ撮影始まっちゃうから、ご飯行った時ぐらいだけど、なんか改めてこうやってたくさんゆうたくんと話せて、やっぱもっと知りたい部分とかも出てきましたし、非常に楽しいラジオでした。呼んでくださってありがとうございます。ドーリくん来てくださってありがとうございます。はい。ドーリくん来週も来ていただけるので皆さん、ぜひお楽しみにしておいてください。レギュラーになります。乗っ取っちゃってください。皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。
NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたと、そしてゲストは桜田通りでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ。 기분와 조조 can't get enough enough 그것도 빨리 나타나 You and I 하나를 때てもハートはいつもそばに be with you そんな暗い夜も夜明けは来るから We can find sunrise Hello my best friend またここで輝く faces with a smile Alright Yo no call me on 共に歌おうぜOh 鳴らそう You are my dearest 特別な言葉なんていらない Oh that feeling good 笑顔咲く見草に roll Yeah 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 雲一つもなく晴れ渡るブルー遮るものは何もない Wonderful 距離感ぐっと近くなって Everybody もっと音に Right on 声が届く目と目が合う些細なことが奇跡のようで前よりきっと嬉しくてこんなに見えて This program was brought to you by Craft Boss.